行ったる。今めっちゃ頭打ってたよ。あんた名前なんつうんだっけ？あ、来たな、そういえば。今はアジを唐揚げにしたりして。海ことせん。海ことせんだ。最後強烈なの来た。今日は佐渡に行きます。なんで、新潟のフェリーターミナルまでここから3時間かかるので、今6時47分なんだけど向かいます。はい。山形今回結構がっつり行けたね。がっつり行けた。でもいいね。いいね。山形。山形いいよ。あ、ここから村上市。今日は鮮魚センター行く必要ないから。今日は俺が鮮魚センターだ。もうよう喋るね、ほんと。ここだー。来た。まず券を買わないとね。おはようございます。いらっしゃいませ。お車ごと佐渡島行かれますか？はいありがとうございます。ちなみにお客様ご予約ってありました？ないです。なくても乗れちゃいますんでご安心を。じあゃあ奥の方に係員いますんで、はい、止めてもらって、はい佐渡行きで間違いないですね。他のじゃないですよ。佐渡です。であと車検証持って窓口です。どうぞ。佐渡行きー。めっちゃ空いてそう。山形の山奥から新潟港に着いて 43% が 59%。 腹減ってどうしようもないんで今お湯沸かしてこれを食べちゃいます。ラーメンもうまそうだけど今ラーメン食ったからな。ご飯が佐渡の形してる。やったね。巨大平正を仕留めたいんですよ。平正と僕の縁はまだ1回だけ見ただけ。足元まで泳いできたのって去年見たんですよ。ここで佐渡で。その時はもう本当に初めてその釣りをしたの。釣り竿とリールそのまま持ってきて宿で開封してそれで使ったんです。そうだったね。本当に初めてだった。そうだった。その後ね、千葉とか伊豆で何回か去年やってちょっと経験値上がって草取リベンジ明日。久しぶりこの温泉かなりいいよ。いい。前回来た中でベストじゃなかったっけ、ここが。右一歩。バイバイ。あ、お願いします。あ、で、これを大体整った。あと水とカップラーメン。ここの辺に行く。佐渡のここの辺。あ、間違えた。
急に薄くなった。あそこういうの多かった。先端に近づいてきた。オウムガメ。オウムガメだ。あーすごい。あららら。着いたー。絶景スポットで夕食。なんと 68% まで回復したサブバッテリーが。昨日カツオがゲットしたタイ。身がふわふわだよ。すごいよね。もっちもちだよこれ。あ、美味しそう。やばい。わーい。繊維と直角になるように。鳥の鳴き声もいい。いただきます。これ絶対うまいよ。うまい。一日置いたタイの身。うまい。美しい。芸術的。ありがとう米。タイ丼だ。今自慢用の写真撮って。いただきます。どうです？史上最高のムニエル。タイ独特のもっちりした感じが出てる。タイとキジハタどっちがうまい？私キジハタも結構好きやったよ。あと皮が好きやった。タイかキジハタかっていうと、俺はね、ちなみにタイ。そう落ち着きがたいけど、私結構プリッてしたの食感があるのが好きだから。あ、そう、わかる。海子ね、メバルの刺身も絶賛してたもんね。だから私結構キジハタが好きかな。出た。ここに全てが凝縮されてるから。締め。これで締めよう。でかいよね、蚊のでかさ尋常じゃないよね。明日のフィールドに移動だ。ここから約10分でマサラ川漁港。今日はもうそこに移動して寝る。もうさっきのトイレで最後のトイレを済ませたんで、俺ね、明日4時集合だから3時半ぐらいに起きるわ。やばいな。ついに来たか。ついに来てしまったね。ところまで。あ、綺麗空。もうすぐ8時なのにまだちょっと明るいのすごいよね。そちなみにトイレはありません。トイレがしたくなったらポータブルトイレしかないです。夜の8時でこの明るさすごすぎる。よし、これで昆布締め完成。明日味わいます。こちら。うまっ。これ明日の準備なんだけどさ、ほぼ食い物に見えるね。朝の4時から夕方の4時までだからさ、食べ物と飲み物ないとやってらんないよね。今日のサブバッテリーは 65% で着地、 30% 弱増えた。で今日さ、もうエアコン使わないから換気扇で十分涼しくなってるから、バッテリーもセーブできる。明日は3時半起きなんで寝ます。3時36分。他の渡船屋さん頑張ってください。おはようございます。
あ、一番沖のところですか。そうそうそう。おお、やった。それで10時にもう一人来るから、その時まだ一人乗るし。わかりました。あんた名前なんつうんだっけ？です。来たな、そういえば。大きい車で。大きな車で来ると、佐渡線高いだろう。高いです。片道で26,000円です。高くなったから。でもあれ、車でも寝れるんで、宿代とレンタカー代考えたらトントンかなって思ってるんですけど、佐渡大きいから車必要じゃないですか。鳥が飛んでる。鳥いますね。ありがとうございます。あ、持ってます。じゃあまたよろしくお願いします。懐かしいな。一番このマサラ川漁港から沖にある磯。うわー、あそこ鳥がいっぱいいるな。去年はもう本当に初めてで、あっち側に投げてたらヒラマサが目の前まで泳いできたんだよな。今年はそいつを仕留めたい。朝4時から午後4時まで投げ倒す。これからまだ上げてくるんだ。前回あの辺まで行けたけどちょっと波かぶってんな。ドラグはもうフルロックで行こう。お、なんか食った。これなんか食ったのかな。あれ、おおー、キジハタが釣れた。ジグでキジハタが釣れた。ヒラマサじゃないけど嬉しい。マジか。いいサイズ。港で何が釣れるかちょっとチャレンジしてみようと思います。ダイソーのワームを投げてみます。ワームはダメそうな気がしたんで餌釣りに切り替えます。
や、そこにヒラマサ泳いでる。マジか。ちょっと待って。多分今その辺で小魚が逃げまとってる。そこの根の下をヌーンってでっけえヒラマサが通ってったよ。これはジグ投げてる場合じゃないな。今ヒラマサ見えたんすけど、やってますね、あそこ。届かないな。でもでね、昨日昆布締めにしておいたキジハタです。なんか美味しそうだよこれ。これキジハタの皮なんですけど、この前食べたら美味しかったんで、これもちょっと料理に入れてみようと思います。うまそう。キジハタ定食。タツノカップラーメン食べてる時になんか申し訳ないけど、ちょっと贅沢やね。いただきます。あ、昆布の出汁入ってるな。キジハタの皮スープ。これもプルってして美味しい。昆布ご飯。やばいっすねこれ。いやー、びくともしない。ちょけこの距離でこうなるんだったらあれですよね。50m 60m 先で潜られたら回れないっすよね。これ無理っすね。すごっ。あ、やべえ、外れちった。さらに奥に入って。林さん来たし。やべ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 やばい、外れちった。店長、ギャフありますか？あ、引っ掛けるの借りたいです。ありがとうございます。これいい。取れねえ。泳ぐっすか。いやマジか。ある意味バッチリっすよ、取れたが。どっか行きました？あ、尻尾がひらひらいってますね。あ、こんにちは。プロ。はい、お風呂すぐ入れますよ。すぐ入りたいです。どうぞどうぞ。A は上。はい。2階のね、3番です。はい。ハロー。もうね、最悪の事態が。どうしたの？キジハタを逃してしまった。水たまりにストリンガーかけて入れといたの。そしたら回収しようとしたらもう潜って全然取れなくっ
って引っ張ったらストリンガーがぶっ壊れて、で俺水たまり潜って死ぬほど頑張って取ったの。その後船に乗せようとした時に落としちゃって、そのまま海に帰ってった。そう。もね、全部自分でセルフなんです。はい。いただきます。いただきます。ドライか金鶴か悩むけど金鶴かな、ここは。加藤酒造店の。この前もこれ飲んだね。飲んだ。おかみさんが覚えててくれて嬉しい。オプションがうまそうだ。やば。キジハタなんなんだよマジであいつ。いやね、とんでも。あ、いただきます。これさ、飲むしかないでしょ。うん、飲むしかねえ。俺ね、潜ったんだよ、水たまりに。潜りまでして。でもね、俺キジハタの凄さを思い知った。すごかった。ね、想像の100億倍すごかった。穴の中に潜ってる。俺手突っ込んで抜こうとしても全然動かないの、抜けないの。バイバイ。そこに最初にアオリイカね、これついてる。耳やなんか足とかね、そういうの入れて味噌汁。ああ、大好きです。いうか酒がうめえ。ありがとうございます。はい。コーラいただいていい？コーラ、はい、どうぞ。ありがとうございます。これとかね、すごいんだよ、ここの飯。イゴネリの記憶ないけど、これがイゴネリ。このイゴネリはスーパーで買ったやつとなんかちょっと違う。なんかこのすごいさ、繊維みたいなのが入ってるじゃん。ごちそうさま。最高です。もう30秒で寝れます。きれい。こんな景色ないよ。キジハタの悔しさももう風呂と飯と酒で吹っ飛んだ。マサラ川、いいとこです。このね、田んぼもね、都船の林さん、民宿と都船と漁師と田んぼ農家全部やってんの、すごい。お、熊野神社。夕飯のメニューがここから選べて、電話では魚かお肉かって聞かれて魚って言ったんだけど、厳密には7種類ある。で7泊しても毎晩違う夕飯食べれるってことだよ。あれ夜釣りのタイの人たちだ。超過聞こうかな後で。俺は昨日一番沖の磯にいた。これがうまいんですよ、このおにぎり弁当が。ただのおにぎりではない。そう。バイバイ。はい、また。パパとできないから、やっぱりそうだよね、人間もね。ありがとうございました。はい、どうもどうもまた。はい、ありがとうございます。わかりやす。さっきまでいたところが。一番右のポチが昨日の。はい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 。これが一番。多分次来るときは原付かボンゴ。ボンゴかな。ボンゴちゃんいいな。だってキャラバンで佐渡汽船往復5万かかるんだもん。5メートル以上6メートル未満になっちゃうんだよね。ボンゴちゃんでさらに沖縄の都船一緒だった人と聞いたんだけど、佐渡丸クラブを通して予約すると数千円安くなるって、まあいろいろ条件はあるんだけど、釣りの後に宿に泊まるっていう作戦は大正解だ。前回は釣り5時までやって、その後、風呂は入れてくれるからそれも助かるんだけど、その後1時間かけて移動して夕飯ってなると相当きついからね。そうそう、負担がね。確かに魚拓がいっぱい飾ってある栄光。これですよ。かわいい。かわいい、やばい。あ、南蛮エビまた売ってる。
イゴネリやった佐渡名物、最後のバター餅。そうロッククライミングの良かったところ、炊事場があって、リールが折れて一周一周したんすか？一周してきて、でまた両津湖戻って、はいはい。でまたこっちに来たんですよね。外海部の方行きました。行きましたもん。ああ行ったんですけど、なかなか何も出なくて。僕も昨日民宿泊まって都線で沖磯行ってたんですけど、何にも。そうっすよね。もう時期がちょっとあれなんかなと思いつつ、なんか最近釣れてないって言ってました。そうっすよね。超過調べても何も出てこないんですよ。昨日はアジを唐揚げにしたりして、ああいいっすね。そうですね。食費をおかしツイッターとインスタやってるんだ。見てみよう。ちょっと一旦お昼でお弁当を食べます。林荘の弁当。バーン。これ朝握ってくれたんで、そうだから出発の時点でまだあったかかった。握り。やっぱこのきゅうりわさび風味ついてるよね。あ、昨日の夜もね出てたね。昆布だ。これお肉とピーマンかししとうじゃない？なんとサブバッテリー 86% まで回復した。林荘に止めてる間にソーラー充電されて、ここに来るまで1時間ドライブでこうなった。塞がってませんでした。音がしたね、漏れる音が。2人乗りやばい。あんま沖に出過ぎないようにしよう。どうしよう、そこで根がかりしたら。あれ結構深い。反応あり。反応してる。え？あ、俺のじゃね？俺のワームだったね。いや、これえぐい引っかかり方してるわ。こんな楽なサップ釣りは初めてだ。ただ釣りしただけ。あと移動はもう座ってるだけ。海子渡船だ。お金払わないとね。姫崎っていうところに無料のキャンプ場があるらしいね。佐渡って無料のキャンプ場が多いのがね、素晴らしいんですよ。だから高額のためにちょっと見ておこうと思って。いやこれ無理でしょ。姫崎キャンプ場にはキャラバンでは行けません。だいぶ狭いのこれ。あー、なるほどね。サイトとしてはかなり気持ちよさそう。めっちゃ場所としてはすごい気持ちいいね。この道をキャンプ道具持って運ばないといけないからちょっと厳しいなこれ。そうなんか磯に降りれなくなってるから釣りキャンプもできない。バイクが入れればカブで来た時に使えるかなって思ったけど、バイクも入れないと。松ヶ崎キャンプ場、これが炊事場。結構いるね。サンライズ城ヶ浜、日帰り入浴1時から8時半。ほんじゃあバイバイ。サウナ水風呂付きでなんと大人1人500円。ちょっと薬草っぽい匂いのしたいい感じのお湯でした。タコタコが立ち入り禁止になっちゃってる。タコが関係タコじゃねえや、滑り台が立ち入り。滑り台。なんか来た。これはアジーアジー内側にいた。ダイソーのサビキに食った。
ほい。今日スーパーで買ったイゴ練りを使います。この平べったいのがこういうロールされた状態になってて、それを細く切りました。サラダにのせます。カツオが釣ってくれた稲田で夕食作ります。ソース作ります。粉状の黒糖ですねとおろし生姜と醤油。今ソースをかけました。取れてなかった。夕飯ができたんですが、タツオがなんか今アジが爆笑してるらしくて、もうちょっと釣りしたいって言うんで先に食べようと思います。稲田の生姜醤油ソースとイゴ練りサラダ、いただきます。稲田いただきます。うん、うまい。ナス味爆鳥いいな。おー、いるねー。あずい。お、食った。あ、外れた。お、でかい。でかい。でかいの食った。これはバラしたくない。おお。2匹。おお。でかいなこいつ。ジグに食ってるし。よっ。最後強烈なの来た。あ、2匹。おお、でけえ。尺いったんじゃないこれ。尺はいってないけどでけえ。もう食べ終わったん早っ。はこのトイレの外にある外水道が非常に助かります。おー、稲田ちゃん結構美味しかったよ。4日ぐらい熟成したからね。うん、全然匂いしなかった。美味しかった。あ、豆腐入りだ。イゴ練りも入ってるんだよ。お、イゴ練り。稲田ちゃん懐かしいな。これ釣ったの山形だよね確か。うんうん。何焼きこれ。これは生姜醤油ソースで味をつけました。うまい。結構うまいよねこれ。うん。そしてナス、稲田丼。私はちょっと散歩してくる。はい。いただきます。うん、まだ身が生きてるわこれ。あ、アジさんがいた。いる？いる。あ、綺麗。2杯目余ったからどうしようって思ってアジさばいた。うまっ。
めっちゃうまい。数分前に釣ったアジよ。日帰り温泉あったじゃん。そこの鍵持って帰ってきちゃったの。持ち帰らないでくださいって書いてあ書いてあるよったよ。じゃあ今から返しに行く、これ食ったら。あ、いい。着いた。あ、これが炊事場ね。暗いけど。ね。なるほど、なるほど。いいじゃないですか。今日は雨気味なので、換気扇じゃなくて冷房を入れよう。駐車場があって、ここにキャラバン止めてて、その横にキャンプサイトがあったね。こいつが最大のアジだ。でかい。さっきのよりだいぶでかいね。これ大きいアジ2匹分、これはその他のアジ全部。大量のタンパク源を確保できました。素晴らしい。大きいの2匹分は刺身にするけど、その他すべてなめろうにします。まな板が大丈夫かな、これ。これ楽しい。右手が疲れたから左手でやってる。これでもう満載だよ。満載だもん。しばらくなめろう三昧だな。いいキャンプ場でしたね。ここはね、結構良かった。よかった。こんにちは。イタルを買いに来ました。ヘンリー。こんにちは。1年ぶり3度目か4度目。イタルの生のやつってありました？あ、それだ。イタルの生の純米と純米吟醸1本ずつ。これもしかして試飲マシーンじゃない？試飲できるようになるのかもね。この酒は日本古来の嗜好品で百薬の長と言われています。ありがとうございます。来た。味と一緒に。鈴さん用意な。それはゴミ。生ゴミはね、冷蔵庫に入れといたら腐らないまま保存できるから。早かったな。早かった。あと一瞬だった。いただきます。岩のりそばと海藻そば。うまいでございます。帰りは時は丸。真っ先に展望ラウンジ。シャワーがあるから。最後の稲田。この酒本当にうまい。最強クラス。水とか津と同レベル。
いつかこれをね、平正と一緒に食うのが飲むのが夢。あそれはいいわ。自転車で日本一周してる青年とかさ、何日もさ無料のキャンプ場に泊まり込んで平正狙ってたじゃん。狙ってた。ああいうスタンスじゃないとそうそう釣れないんだよ。そうだよ、なんか強運の持ち主じゃない限り。他にもなんかね、聞いた話だとジーソのところに車中泊で2週間もいて全く釣れないけど粘ってるみたいな人もいるらしいよ。すごいな。それぐらいしてやっと釣れるぐらいの魚だから、でっかいのは。俺もなんか釣ったことないのにいきなりでっかいの狙ってるからね。すごい低い確率の掛け算になっちゃう。まずかけるかどうかっていうところまでと、かけてからゲットできるかどうかっていうところ。やばすぎるな。そうなんよ。そういえば今日は猛暑日らしいんですよ、関東の方は。何38度だって。なんかね、どっか38度とか36度とかの場所があるらしくて、東京は33度ぐらいらしいんだ。成田さん30度。そこそこ暑いよ。まだご飯が来ないからちょっと早めにできちゃうな。いいよ、もうちょっと俺飲んでるから。平正に至る酒。至るってそういうことだから。だってお至る今めっちゃ頭打ってたよ。目標があってそれに至るっていうことだからね。これ飲むしかないでしょ。稲田に塩とカレー粉をつけたものです。完成に至る。まだまだ。なかなか思いつかないよこれ。カレー粉とさチーズ、そうね、魚をやる。すごいよね。これは至るに合うよ。この考えに至ったきっかけはなんかで、イエセルフーイ。もう乗せちゃおう。乗せちゃっていいよね。ここに穴掘ってさ、いただきます。どうぞ。月見なめろう丼。うめえ。最高です。稲田さん。これ絶対うまいわ。ちなみにね、これね、焼いてもうまいらしい。めっちゃ気になってる。家で持って帰ったら焼いて食べてみよう。いただきます。うまっ。佐渡の味と佐渡の至るで、これもう完璧すぎる組み合わせ。